皆さん、こんにちは、アシェでございます。続、新生引きこもり、パート18を始めていくよー。現在は1636年11月、シナリオ開始から54年と6ヶ月が経過。真田軍は事業から出ずに、引きこもりながら、攻めてくる敵と戦い、天下統一を目指しているところ。前回の真田家は、田村家を救出するため、大田原城近く、硫黄の後で2度の合戦を行った。1度目は合戦の規模が小さく、名声の広がりが浅かったために失敗。もはや田村家救出は不可能かと思われた矢先、運よく再度、伊達は大田原城に大軍を送ってきた。その大軍を同じ地で再度打ち破り、この名声の広がりによって、須賀川城が寝返り、田村家と隣接、従属をさせることに成功した。しかし、田村家は突出しすぎている嫌いがある。果たして、真田家は田村家を守りながら、大阪城を奪取し、領土を広げ、天下統一への道を、歩み続けることが、できるのだろうか。さて、現在は前回で田村家を従属させた直後の状況。田村家を吸収すれば城一つプラス、という計算をすることはできる。ただ、やはりせっかくここまで来たので田村さんの子は見てみたい。前回終わりに話をしたんだけど、田村さんがこの世を去った時に子が出てくるらしい。今から約12年後の予定。なので、基本吸収せずに田村さんを守っていこうと思う。もし、あと一つ城を取れば、真田が城全国過半数を達成する。なんて状況になることがあるならば、その時に吸収を考えようと思う。ということは、かなりの長期間、田村家を守る必要が出てくるわけだけど、これには相当な覚悟がいる、というのはわかってる。以前に徳川を従属させて吸収するまで、巨大化した豊臣から守った経験があるんだけど、新府城に真田部隊がある。これ、守ろうとすると敵が攻めてきたとかのアナウンスがないので、意識をしていないと敵の侵入に気づきにくい。新府城は地形的に懐が深い感じになってて、比較的、守りやすいんだけど、田村さんの見張る城はなんかやばい、気を抜くとすぐに落ちそう。この辺りの伊達は、城が育っていて兵が多く、伊達の強い武将が集まってる地域。伊達重実、酒延秀綱、鬼には綱本。他戸沢正盛など、伊達の統率上位陣がずらっといる。鬼には綱本に関してはあと2年ほどで病になるけど、他はあと10年くらいは生きる。特に伊達重実がヤバすぎる。立花宗茂もそうだけど、統率だけじゃなくて武勇が高いのはヤバい。兄さんが向かって、合戦ができるなら脅威はないんだけど、マップ戦闘で戦うとなると、まるっきり話が変わってくる。この人は強い、強すぎる。田村さん従属を成し遂げた今、次の戦いの中心はこちらなんだよね。近畿、大阪城。これ、伊達に取らせようとすると、豊臣とこちらが同盟をしている場合、豊臣援軍が来て、武将の数が少ない伊達は結構困りそう。他、豊臣が和歌山の新宮城を攻めたりするので、豊臣としばらく同盟をしない決定をしたんだけど、そうなると、四国、柚木城にいる立花宗茂を相手にする必要が、出てくるんだよね。そうなると兄さんが行くか、こちら強い武将を複数使うか、そういう対処が必要になってくる。西の宗茂、東の重実。田村さんを守りつつ、こちら領土を守りつつ、大阪城を奪取する。そして城も増やす。兄さんが西へ東へぴょんぴょんと本拠移転しながら戦っていく。以前に、もし、うまくいくことがあるのならこうなるだろうと、想定していた通りになってる気はする。プレイヤーは合戦ができるので、そこがものすごい有利部分なんだけど、兄さんの大きな移動には限界があるし、費用も危ない。豊臣と同盟をしない選択をし、こちらは雪村も病になり、大久保忠敬も使えてあと1年。強い武将たちがどんどんと消えて、武将自体も少なくなってきた今、大きな正念場が来たなと、強く感じているところ。よし、ということで、今日も真田の風を火の元に広げていくぞー。硫黄野で戦った兄さんらは騎乗させ、伊達軍がまだ沼田城に攻めてきているので、騎乗した兄さんを沼田城に向かわせ、その敵部隊を処理した。威風弱で軍を取り戻す。この時、もうすでに田村さんは伊達に攻められてる。伊達は軽く落とせると思っているのか、少ない部隊で攻めてくるようだ。年が変わって1637年。この時、なんと、豊臣の攻撃色が出ていた。ここずっと、全然攻めてこなかったのに、来るのか。九州の城が6つ燃えてた。九州まで兄さんが行くには費用がかかりすぎるし、威風が取れないなら意味がない。こちらの強い武将、松平康重と大久保忠敬を送ることにした。しかし、その後進めると、豊臣の攻撃色が消えた。なるほど、これでまだ一応、豊臣の信用は100あるので、いつでも同盟はできるぞ。
このアガペイ忠興3800は、田村さん領の防衛に動いてる。そして、今年も2月がやってきた。ここで倒れるわけには。ぐわー。ついに雪村がこの世を去った。この世界での去年は71歳。史実より22年長く生きたとはいえ、悲しすぎる。そして、一門だった貴重な馬術持ち、小山田重政も言った。兄さんの姉の村松殿の夫。村松殿は約8年前に死んじゃってる。その死はログでは確認してる。痛いよ痛い。しばらくすると忠興がぶつかって、伊達は攻撃色を出す。これね、ここからも、ほとんど延々と田村さんは攻められるんだよね。倒せば出てくるという感じ。それでいて威風ができるほどの手数じゃないっていうね。思っていた通りっていうか、これは非常に対処が大変。これで他地域で戦いが起こった時、どうすればいいものか。あ、なんかこの辺りの伊達の城が燃えてるじゃないか。うわ、これは、ものすごい大掛かりだぞ。うおー、東海も北陸も関東もほとんど燃えてるじゃないか。これは中部地方に大きく攻めてきそうだぞ。そこから2ヶ月と少し経過し、5月になった時、今回の開始、田村さん従属から半年が経過している。きたー。だって、これは三河、安城城に攻めてきたようだ。安城城に総勢約16万だって。あ、いや、いろいろだ、近畿方面にも流れてるな。来たぞ来たぞ。どんな感じで来てる？おっと、これは9カ所に分散してる。多くが4部隊で、安城城が11部隊か。伊達はこんな感じで攻めてきた。前回言った通り方針を変えず、この辺りの真田領を全部渡そうかなって。ここでは他、いろいろ考えてイメージをしてみた。例えば、この高取城で合戦をして、伊達に威風峡を取らせて、大阪城に隣接させて、他攻めてきた全ての城を守るのはどうか、とか。それをしても、ここまでの経験上、その後、伊達が都合よく、8部隊以上の軍勢を送ってくるとは思えない。今回の安城城のような戦力を集中しやすいところに、大部隊を送り、他は少数で攻めるというのが容易に想像できる。なので、こういった城は残せない。それで、今考えているのは、ここ2つの城を前線の城にし、伊達に集中し攻撃したいと思わせる。それまでに、伊達に大阪城と西華城を取らせた後、防衛威風で取り返していく。特に西華城が取りにくいので、できれば岸和田で威風峡がしたいなって、そういう構想で考えてる。なので、今回の戦いでここらを渡す。大胆な作戦ではあるけれど、これしかないって思った。それを行おうとすると、兄さんが忙しくなりそうだから豊臣に攻められたら困るな。あ、よかった。姿勢は不審だけど同盟はできそうだ。あ、でもいいなおかつの引き抜きが後たったの11日で終わるのか。それ終わってから考えるか、ずっと攻めてきてないしな、大丈夫だろう。とりあえず、兄さんには仕事がある、近畿に移動させよう。岸和田城に本拠移転をする。合戦で負けるつもりだけど、威風では本拠の城は取られない。構想としては岸和田は取られたくない城なので、ここにしよう。よし、時間を進めるぞ。豊臣、少し待ってくれ、攻めないでくれよ。うわぁ、マジか、攻めてきた。伊達が攻めてきて、豊臣はチャンスと見るから。これはあるよなぁ、間抜けすぎた。いいなおかつとかどうでもよかったかも。これで豊臣の信用がゼロ、都合がいい時に同盟ってのができなくなった。ぐわ、立花宗茂も動いた。この忙しい時にこれはまずい。敵は白地城に6、川の江城に2だね。田村さんを守るのもあるからこちら武将に余裕がないかも。兄さんを向かわせるしかないか。とりあえず、ほとんど7市3だけど味方部隊を出しておいた。攻められている城だけはしっかりした城主を置く。そして、時間を進めた。子孫汁とは深く。嘘だろ、いいなおかつの引き抜き失敗。これは大きな選択ミスだったかも。そこから時間を進めると。だー、こっちも来たのか。約12万か。あ、これは3つに分散、部隊は府中に4、沼田に4、須賀川に10。いやー危ない、兄さんがいないなら分散してくれた方がやりやすいね。助かったかも、固まってきてほしいのは兄さんが間に合う時だけ。城に優秀な武将を置いて、須賀川に来てる敵6万に他武将を集中させるだけでいいかも。ということで、防衛の野戦用に部隊を出しておいた。強い武将を使い切ってるので、九州で豊臣が動く事態にさえならなければ、大丈夫だろう。よし、続き。ぐわー、やめて九州豊臣が攻めてきた。あ、でも約4万か、少ないな、これなら大丈夫じゃないかな。大久保忠敬を九州に送ったままだし、他の九州豊臣が動かないなら、大丈夫だろう。危ない危ない。
パッと優秀な城主だけ送るってのがもうできないからね。ということで九州の味方を出陣させておいた。そこから1ヶ月後の6月半ば、兄さんが岸和田に到着。ちょっと先に四国の豊臣勢を処理しよう。即、正髄に本拠移転。そこから8日後、兄さんが正髄に到着。出陣させる。皆、ついて参れ。そこから時間を進めて7月になった。これは、郡上八幡の七子さんの声、取り憑かれたようだ。お、今年は豊作か。おお、なるほど、こちら関東もあるけど、伊達も結構な恩恵を受けてるな。兄さんがいないところでの戦いは想像の時のように、強撃で対応する。これで、こちらが受ける兵のダメージを減らさないと自利品になりそうだ。そして、兄さんが出陣して約20日後、白地城で合戦。こちら七子さんが多かったけど、なんとかなった。異風弱で軍を取り戻す。白地城の合戦から15日後、次は川之江城で合戦をした。松平信綱と立花宗茂との戦いだったけど、高台があったので楽だった。七子さんたちが頑張った。ここ須賀川城、あと田村さんのところにも敵が来るので、その対応もしてる。田村さんは悠々自適に軍を取り返しに行ってるようだ。自由すぎる。九州の戦いも強撃で対応、見る場所が多すぎて忙しい。結局、今回の九州豊臣の攻めはここだけだった。そこから少し進んで8月、雑賀城や大阪城は焼き討ちを行ってる。高取城の合戦で伊達に城を渡した時、伊達が大阪城などを攻めてくれるかもしれないと考えた。そしてここで、兄さんが正髄に戻ってきた。岸和田城に移転しよう。四国豊臣の対応に時間を取られた、急がねば。これは合戦用に細かく部隊を出してる。高取城は取り憑かれて結構な時間が経ってる。ただ、この辺りの伊達は弱く、こちら城主も強くない。間に合うかヒヤヒヤしたけど、全然大丈夫なようだ。そして、そこから時間を進めると。何？郡上八幡城が陥落、城主は七子さん。やられたぜ。その時、兄さんが岸和田に到着したので一人で出陣。そして、時間を進めると。よしよし、ようやく井伊直勝の引き抜きに成功した。他、引き抜きしたい豊臣の武将が隣接箇所にいないんだよね。大阪城と雑賀城を伊達が落としてくれたら、豊臣と同盟したいと思い始めてる、田村さん近辺がきついかも。豊臣との戦いに武将を回せる余裕がない気がする。おっと、ここで大軍に攻められていた安城城が陥落。そこから約10日後、兄さんが高取城の合戦範囲に到着。高取城からも細かく部隊を出した。これでどうだ？よっしゃー。味方12部隊、異風京、高市の戦い。開戦じゃ。この戦いは、敵の部隊が少ないからかこちらの菊池を落としてくれず、こちら部隊を倒してもらうしかなくて、めちゃ時間がかかった。最後は要所に誘導して、なんとかなった。よっしゃー、田村さん、負けたどー。背を向けねばならぬと。力及ばず、情けなきことよ。おお、こんな感じになるのね。さあ、気になる絵風だ。どんな感じになるのか。我らの名、風と共に知れ渡ら。ああ、これ、政宗のが見たかったな。なんやねん、田村さん、今後の付き合いを考えるとか、こっちはこんなに必死に守ってあげてるっていうのに、城4つが伊達のものになったな。今のは九州の戦いでやられた味方。そこからは美濃の金山城が陥落し、兄さんは有岡城に本拠を移し、昇龍寺城で伊達と合戦。異風中の戦いで伊達に敗れ、3つの城を奪われる。これには田村さんも呆れて反応なし。異風中にして、丹波亀山を取られるのを防いだ。弱い伊達が山陰豊臣に隣接するとまだ危ないと思った。次に本拠を長浜城に移転させた。するとすぐに、豊臣がこちらの木瀬山城に一部隊で攻めてきた。伊達と豊臣の隣接は、大阪城と雑賀城を伊達が取るまでさせたくない。ここは守っていこう。そこから半月が経過して10月、兄さんは、長浜から南近江の日野城に向かってる。ここで、越前の金ヶ崎城が陥落。そして、兄さんは日野城で伊達に異風京を起こさせることに成功。これで3つの城が伊達家に寝返り。田村さんは呆れて反応なし。そして、兄さんが騎乗中。勢いづいた伊達がさらなる出陣を開始。
そして、敵に目標にされてる城は本拠移転できないので、攻められていない清洲城に本拠移転をした。そして、清洲城から出陣し、岐阜に攻めてきていた伊達勢と合戦。異風潮を起こさせることに成功。我らの勝利、世に響かせ。おお、広い。なんたることか。田村さんは呆れて反応なし。はい、という感じで、今回の開始から1年が経過。もう、兄さんがぶつけられる城がなくなった。あと残ってる城は普通に落としてもらうしかなさそう。あ、豊臣の雑賀城と大阪城が燃えてる。だけどここは、焼き討ちが終わったばかりで兵糧がほとんどないんだよね。おそらく伊達の高谷城を攻めようとしたんだと思うんだけど、出陣ができないので、この後炎は消えた。そして、勢力図はこうなった。なんだよ田村さん、敵視してるじゃん、なんでだよー。異風で負けると、こうなっちゃうのね。家臣の忠誠も下がってたけど、そこまで深刻じゃなかった。信勝の忠誠が代々色になってる、わら。そこからは兄さんの本拠を安心の8型に戻した。そして、そこから約2ヶ月が経過し、年が変わった、1638年。あらー、さっきまで九州をなんとか守ってくれていた。大久保忠敬がこの年で病になった。そして、その一月後、今年も2月がやってきた。十分に生きたか。あらー、外交を任せていた宗義俊が言ってしまった。去年71歳。今年は計3名が寿命を迎えた。痛いよ痛い。そして、この時、なんと、伊達が、大阪城を囲んでいた。やったやった、ついにやってくれた。城を奪われたか。これは、終わりの鳴海城の陥落。そして、その半月後、こちらが大阪城の破壊を決めて、もう耐久はミリ。おお、落とした落とした、やったー。いやー、ついにやってくれたか。よかったよかった。そこから1ヶ月半が経過して4月の手前、伊達の城が広範囲で燃えていた。これはもしかして、こちらに来るかもしれないと思った。現状、野地瀬山と坂本が普通に攻められているので、来るのはこちら岸和田や有岡かもしれない。雑賀は豊臣のままだけど、来るなら異風で大阪を狙うかどうか。それで、豊臣の城が燃え出した時に、一応兄さんをまた四国に呼んだ。だけどまた、本拠移転をした後、四国豊臣が攻めてきたんだよね。それで、兄さんが正髄に到着したので、その対応に出陣させた。さて、伊達は一体、どこに出陣するのか。4月になった。あ、来たぞ、雑賀城だ。雑賀城を攻めるのか、なるほど。いいよいいよ、いい感じじゃないか。そこから約1月後の5月、兄さんは立花宗茂を川之江城で打ち破った。ただ、まだ敵皇族が来ていたので、兄さんはそこで待機。そこから半月後にその敵勢を打ち破る。異風はなし、よし、これで豊臣の攻撃色は消えた。そこから時間を進めると、伊達勢が雑賀城に取り付いたぞ。これは若狭、野地瀬山城の陥落。あ、秀頼が出てきた。本拠を奪われたら近くの城が本拠になるのかも。そして、忙しいのはここ。このままでは危ないかも。兵と兵糧が削られていく。兄さんを呼んで、合戦で敵兵を減らしたくなってきた。しかし、そろそろ伊達が岸和田に来るかもしれない。なので、本拠を一旦、木曽福島にして、東西、両方に対応できるようにした。よし、兄さんが木曽福島に到着。さらに安心の8型に移転しよう。ここは収入も労力も多い。それにここならば、近畿を攻められたのを見てからでも全然間に合うと思う。そこから半月が経過。よし、田村さんを攻める敵がいないって言ってる。だいたいこちらは、こういう時部隊を三春城に待機させてる。すると伊達が出陣しだす、いつものやつ。あ、あれ、今回は違うぞ。なんか部隊数が多く見える。田村さんのところにいくつ来てるんだ。足立と朝香っていう軍は、田村さんの領地。あ、すごいぞ、13部隊来てるじゃないか。よし、行くぞ、田村さんの真の救出をしよう。伊達が岸和田に来たのを見て、兄さんがこの辺りならば、騎乗して、本拠移転して間に合うという感覚なんだよね。ここ大田原から四国正髄まで移動で2ヶ月弱。もうちょっと先まで行けるんじゃないかな。大返し慣れしてるからね。その兄さん出陣から10日後、秀頼の兵が1300。よしよし、もう落とせそうだぞ。よっしゃ行った、落とした。ついに伊達が、雑賀城まで落としたか、感慨深いものがあるな。秀頼はどうやら福知山が本拠になったようだ。
よし、これで大阪城奪取の体制はほぼ整ったな。あとは伊達が攻めてくるのかどうか、どういう攻めをしてくるのか。そこから一月後の10月、伊達の侵攻は、進路変更とかないから安心かも。田村さんの城は1個だからね。これね、ここずっとそうなんだけど、何が守りにくいかっていうと、田村さんがちょこちょこ出陣するんだよね。それが邪魔すぎる。中族勢力の部隊とこちらの部隊がスタックしないので、そこに行きたいのに行けないっていうのが、何回もあった。なので、ここを取りたい。郡西山城、ここを取れば田村さんが伊達と隣接しないんだよね。ああもう、田村さん邪魔、そこに壁を置きたいのよこっちは。田村さんの兵を減らさないでよ、おとなしく籠城して。田村さんは退却して、次はこっちに行った。ただこれで、室賀優や戦術師範の林羅山1万が活躍できる。敵は七死さんが多くて弱いから壊滅注意。そこから半月が経過して、三春城はこちらから取り憑かれてる。羅山の兵残りは3500。敵の七死さん最小は2000。よし行けた。もうちょっとで行ける。他、近畿方面などは動きなし。よし、これでどうだ。よっしゃ来た、敵12部隊、異風郷。やったぜー。戦場はここの軍を選んだ、足立という軍。ここであれば、郡西山城だけじゃなく、丸森城に風が届くかもって思ったんだよね。山ありだけど、4宿場の距離的に行けるかもって感じ。丸森城からは仙台平野が広がっているので、結構楽しみがあるところだ。よし行こう、合戦。足立の戦い。あ、ここ、高台大島地区じゃないか。よし行くぞ。海戦じゃー。海戦じゃーを言ったものの、敵は七死さん部隊が多く、特に見せ場はなく終わった。よっしゃー、田村さん、勝ったどー。それよりも楽しみな異風だ。さすがに郡西山は取れるよね。我らの名を轟かせてくれよ。あ、郡西山はいけたけど、丸森はアウトか。なんと、これで伊達と隣接しなくなった田村さん、喜んでくれてるはず。いやー、今回のプレイの期間がちょうど2年。激動の2年だった。近畿と中部のこちら城を伊達にほとんど奪われた。これで伊達の城は100になり、過半数まであと少し。対して真田は今回開始より23の城が減り、74に後退。ここから大阪城を取り、過半数である103の城の獲得を目指すわけだけれども。さて、どうなっていくのだろうか。続きは次回。では、またねー。